渡辺克彦さん、当時12歳。爆心地からおよそ 1.8 キロ離れた肘山橋東詰建物疎開作業現場で被爆しました。爆風で飛ばされ気絶し、気がつくと一緒に集合していた学生は誰もいなくなっていました。避難途中に見た多くの死体は、当時中学1年生だった渡辺さんにとって大きな衝撃でした。家に帰りたい、その執念で自宅に戻った後、ひどいやけどの影響で12日間生死をさまよいました。戦後、就職試験や勤務先で差別を受け、辛い思いをしました。今でもやけどの跡は治らず、貧血や内臓の病気など体調不良が続きます。私はちょうど中学1年、6日の6日はそれじゃあ日はね、檜山橋にみんな集合というふうに聞いておりますね。今度電車降りて電車道路の中にこっち側にね、東が渡って、そこで天候がずーっと1年から、あれは1年はほとんどおりましたからね、だいたい120、30だろうと思うんで、爆風で随分飛ばされとるんで、意識不明になってたからね。光はこれはね、ちょっとひどかったよ。私の学校でね、絶えず空襲警報発令ってパーッと机の下へこうかぶせんでもバッとこればっかりにしようね。目をつぶすのと耳をつぶすの、この体操でね、案の定その通りになってるね、やっぱりね。わしが裸になったら分かるね。これね、わし光線に巻かれてるね。光空気中なんか見たらこうなった螺旋があるでしょ。螺旋と全く同じ無数にわーっと来てるわけ。その瞬間これガーッとやられてから手を壊したから手がこういうような焼け方してる。だからスクリュー状態になった。これ吹っ飛ばされた爆風で。それがどれぐらいこのコンクリの上で電車道路のどれぐらい飛ばされたのか分からんもんね。自分だけじゃほとんど脳震盪ひどく打ったのはおらんので、みんな学生は。一組40人しても3組で3、40人120人おったら1年生だけでみんなおらんねん。私はもう自分で何でもやってる。誰も助けてもらった。兵隊にだけはね助けていただきました。疎開の後にね、鉄管がね、水がこうってるとこに流れる。頭を冷やすのにね、鉄管のとこへこうして行けたら怒られてね、水は絶対飲んだらいかんねん。飲んだら死ぬ。ほんですぐ今度は檜山の方へ連れて行かれたね。山へいろいろいっぱいおるよ。ゴロゴロ死んだんももう大やけどしてから顔もくちゃくちゃになってね、見られんもん。わずらも大体中学1年生でまだそういうな死んだ人を見ることはないまん。でもそこでね、あれはね、檜山の山に登るすぐそこの途中でね、山がこうあって道路がこうついとったわけです。電信帯があってね、そこを歩いて行きよったら防空壕があって、
工芸で防空壕あったらもう中へずらっとあんまりねその防空を奥深く掘ってはなかったのよね。そうね、人間をこう並べて俺が子供と親と何人ぐらい入っとったかな。ちょっとあまりこう定かじゃないけどまあ20、30人は入っとったんじゃないかと思うんだけどね、その防空壕。その防空壕の手前にね水が通った跡がある。水が通ったら水道みたいになるじゃないですか。そこへねお前ここへここは温度が低いしね気持ちがいいとは言わんかったけどここへ休みなさい。今ほど体は張ってないし中学1年だ今やそこがポコッとはまってしまってね意識不明になった夕方まで。その兵隊がねまあ助けたようなもんで、何かのことでねどういうかな起こされたようななんかこう学生服をこう引っ張り上げられたような感じでねで呼吸したからね助かっとる。呼吸してなかったらみんな火葬場へ一山で今度は重油ぶっかけられてね一山で焼かれとる。それで夕方気がついて兵隊に起こされてでそこでそこからまだ日が暑かったですからね。だから自分のだけ持ち物を学生服をこう肩へかけてもらったり弁当箱をこういう腰巻きしてもらったりいろいろねそういう炎天下に耐えられるようにはしてもらってずっと歩いてね。そうですねやっぱりね人間には執念がそこにあるわけで、やっぱり帰りたいうちの家帰りたいっていうそういう執念がね出るんややっぱ子供の。その後はひどい今度はね原爆こっからが原爆のやられた始まりや。帰った時はね、まあ瞬間はもうああというもう自分で安心感がね一番最初にやっぱり来ましたよね。でおふくろもちょっと出かけとったんです。まあ帰って顔を見てねやっぱりもうどういうか泣きじゃくるいうのはもう過ぎてますよね。親父にしてもとにかく早ちゃんと早したれっていうね。だからゲートは逃してもらう返上かとかそういったものはね全部親に手をしてもらってでたすきへ夫を連れてからでたすきに寝たところをそのまま今度12日ぐらいやっぱり意識不明や。全然もうダメや。ウジ虫の餌じゃ。なぜ目も開けることもできない口も開けられないもう物も食べられない水も飲めないんだよ。もうこうなったまんまやね。看病を聞くおふくろがほとんど一人でやったんだろう思うんだけど卵のね卵を割った白身があるでしょ。白身が薬よ。ウジ虫はもう背中じゃもん。脇腹と
箸2本でね、箸2本でこうやってみて、うちむちはあんたにやってもらってみて、どんなかゾッとするだろ。そうやね。私のこっからもう出てきよったの、こっから2匹出てきたよ、こっから。私は小さい虫が一番嫌なんよ、だから。で10日ぐらいになってようやくみかんが食べられるようになったかな。これはですね、うちの家内が一番よう知ってるんで、ずっと立ち会ってくれてるんだけど、いつどうなるかは分かりません。私の体はもうズタズタになってますから、中が。それは大変です。もう今でも何回も病院出たり入ったり出たり入ったり症状ありますよ。息苦しい最悪。5年からぐーっとやけどの後はね、これはね大変な、これが私は原爆の後遺症だなという感じしとるんですよね。いまだに出る後遺症が。ちょっと見せてあげる。治らないこんなんなって、これ両方ですよ。こう治らない。どうしたら治るか。やっぱり病院行ってもね、やっぱりね首をかしげられますよ。なんだろうかね、大変ですよ。原爆がね、私ほどの原爆威張るんじゃないの、やられてからね治りましたね。どこが治ったんかと。治っちゃおらんね、原爆は治らない。これだけこう心臓が動脈瘤があって、胸部動脈、腹部大動脈、腸骨がこれ5つ5臓6分全部いかるとものすごい苦しんでますよ。いまだに。いや本当にあの時死んできゃよかったからどうかな。いや本当ねそういう時あります。